どうもこんにちは、スタートアップナビの森谷です。本日はクラウドワークスさんが主催の M&A カンファレンスMACにさせていただきました。スタートアップでは今 M&A 非常に盛り上がってきておりまして、本当にどの企業も考えるべき選択肢なのかなと思っております。そこでもともとスタートアップでもいらっしゃいました、今まさに成長企業でいらっしゃいますけれども、クラウドワークスさんが主催をされてこうしたカンファレンスが開かれているというところで、スタートアップおよび M&A の最前線をお届けできればなと思ってお届けをさせていただきます。今回クラウドワークスさんにご提供いただいてお届けさせていただきます。大変ありがとうございます。それではコンテンツしっかりフォローできたらなと思いますので、やってみましょう。この M&A で起きてきた内容ですね、実際 M&A やってみてどうだったのか、PMI してどうだったのか、そういったような話もですね、少しできればと思います。でこのような形でですね、我々下が売上高で創業時400万円から、今220億まで、売上がずっと伸びてきているという中で、単一事業で、2014年に上場してから新規事業を自社で立ち上げて、で20年にまた新規事業を立ち上げたんですけど、と同時に自分たちのアセットっていうのを振り返り、21年から M&A を始めて、計18件やってきたという形になります。なので、自社の経営体制を積み上げた上で、それを買収先、グループ E 先に対して提供するという形での M&A で急拡大をしてきたという感じになります。お互いがどういう人間なのか、何をされたらすごく嫌で、どういうことは守りたいのかっていうところは、すごく意外とそんなことこだわるのみたいな、やっぱりサービスの名前は絶対的に残したい人もいるし、いやいやそういうよりも社会に大きなインパクトがあればクラウドワークスでもいいんだっていう人もいるし、人事権にしてもオフィスの場所にしても、処遇待遇にしても、やっぱり初めに結構大事なことはですね、やっぱり議論しとくっていうのはお互いにとって大事なのかなという。買い手がオーナーであれば、オーナーと握ればなんかごちゃごちゃっとしたことがあっても最後元に戻れるっていう、こういう目標でそもそもやりましたよねってことが分かるので、やっぱりその大企業に売る時の方がちょっと難易度が高くて、オーナーが見えてる会社の方がやっぱり難易度が低いっていうのは、その売り手のリスクも低いし買い手も低いんですね。で大企業の場合は中間にいる方が必ずいるんで、この人の社内政治力がどのくらいちゃんと社内で何かあった時に縦のラインを握れてる人なのかっていうのは結構見るってことは、結局最終的には最初誰とやりたいかっていうところはすごく大きなかった。それから最後、オープンイノベーション税制っていうことで M&A をすると、その M&A で出資したものの、25% の金額が所得控除されます。税金安くなりますっていうことなんですね。これ財務省から言うとすごい怒られながら作った税制なんですけど、投資するのになんで税が安くなるみたいな話なんですけれども、それは政府としての気合いです。M&A をする場合は所得控除が 25%、ありますというところで、こういうのがありますっていうことを覚えておいていただいて、政府として M&A どんどん進めていきたいというところで、ご認識いただければと思います。これ実は第1号はクラウドワークスが使わせていそうです。そうですね。はい。1号救いが、財務省からも本番さんも使ってますか？これもっと使わないともったいないです。そう。いやこれ買い手側はめっちゃ使った方がいいと思います。これ使った方がデメリットほぼないんで。っていうところで国も気合い入れてますっていうことで。今スタートアップの中での、ベンチャーキャピタルのトレンドっていうのは2つありますと。1つは、官民大企業連携でのディープテックです。平たく言えば記憶者、これはベンチャーじゃないですけども、とんでもない化け物のような会社が、カーボナイトに生まれているので、そういうそのディープテックのエリアっていうと、経済安全保障であったり、エネルギーに関連するようなものが非常に多くて、我々は宇宙分野、多分日本で一番投資をしている VC だと思うんですけども、今はいわゆるデュアルユースというところにすごく力を入れているというのがこの1個目の側面ですね。で、もう1個の側面が、まさに M&A ロールアップ型のスタートアップです。端的に言うと、クラウドワークスさんがやっていることを未上場の頃からやっていくっていうことだと思うんですけども、こういうそのディープテックのスタートアップでもすでに宇宙であっても、核融合であっても、カーブアウトだったりとか、あとそのロールアップで会社自体をですね、未上場時に大きくするっていう動きはかなり当たり前の、財務戦略というか、スタートアップの成長戦略になってきているのかなと思うので、そのディープテック、官民主導のディープテックフォーカスということと、
ロールアップっていうのは必ずしもその、2つが分かれてるところではなくて、ディープテックもロールアップを使いますけども、ロールアップの戦略自体は、ありとあらゆる、業態に広がっているのかなというふうに思います。GDP でいうと25兆円の GDP スタートアップが作っていって GDP の全体の 4% ですみたいな話になっているんですが、課題はですね、やっぱり投資が増えないからスタートアップが大きくならないっていう課題があるんですね。でスタートアップをスケールアップするために何するかっていうところなんですけど、先ほど申し上げたようにグロースのお金が大事ですよねっていうところで、グロースの大きな資金を出すベンチャーキャピタルを日本で育成する、海外から連れてくるというふうなところもあるんですけれども、その次に出てくるのが M&A なんです。M&A によってグループインする、あるいは M&A によって、なんていうか大きな経営資源を得て、伸びていく、そういったところが大事っていうことで、M&A を促進しようということで M&A ガイダンスを作ったりですね、あるいはオープンイノベーション税制をやったりしているというところです。売り手の買い手でここ注意してくださいねっていうところをこれにまとめています。プラス多分吉田さんのお話聞くとね、充実した M&A のディールができると思うんですけれども、まず売り手のガイダンス、スタートアップ側なんですけれども、この、左向かって、右側、左側ですね、これがスタートアップなんですけど、スタートアップでですね、やっぱりその本間さんの話にもありましたけど、IPO を意識していらっしゃる方が多いんですが、早い段階から M&A を意識しましょうというところです。最初のセッションが終わりましたね。中小機構の市井さんが途中で言及されておりました M&A のガイダンス、これ一般に公開されているものでして、めちゃめちゃ分かりやすく、まとまってて、僕も少し拝見したことがあるんですけども、まだ見られてない方はぜひお手に取っていただけるといいかなと思っています。ではセッション終わりのミリーのあんみつさんにお越しいただきました。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日セッション2本ですね。そうですね。なんか急遽女子会をやることになって、M&A 女子会ということで、はい。さっきクローズドセッションで。そういう女性で M&A 複数件が経験された方が複数にいるって状態がもうエコシステムの進化だなと。そうね、これまで多分なかった、もう初なんじゃないかなっていうステージだったので、ちょっと人はね少なかったかもしれないけど、逆にちょっとこの景色を覚えとこうっていう話になって、いいですね。なんか5年後とかは M&A 女子会でもいっぱい来てるみたいな感じになったら嬉しいよね。私たちが頑張らないとだよねっていう話になりました。ちょうどね、多分裏ステージがメインステーションがあったんで、そのね、だってあみさんがラブグラフでね、M&A されたタイミングなんで、多分ナレッジが全くないし、こんなイベントも絶対ないじゃないですか。なかったですね。でもなんか最近ちらほらこういうのも増えたりしてて、どうです？環境の変化というか。確かにね、なんかその経験者とか知見をシェアしようみたいなムーブは最近増えてきてる気がするけど、やっぱりなんかとはいえそういう M&A における大事なスキームであったりとか手法であったりとかっていうところって人対人でシェアされてるものだから、こういうの買いたいんだったらじゃあそういう授業やってみようかなとか、そういう起業の仕方もできると思いますし、ありがとうございます。じゃあまたスタートアップナウにもね、皆さんまで出ていただいてますので、あれめちゃめちゃマジで人気会です。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうのがあるんで。国会でさせてもらうことになるかもしれない。なんか意味深なあれがありますけど、はい。交流会の会場が早速めちゃめちゃ盛り上がっておりまして、ちょっと覗いてみたいなと思います。多分僕の声が聞こえないぐらい盛り上がってるんですよね。すごい熱量です。お疲れ様です。じゃあ本日クラウドワークスさんで主催をされております酒井さんにお越しいただきました。ありがとうございます。今日はまずクラウドワークス社が15社も M&A をしている。18件やってましたね。これすごいですね。これね、18件攻めでやってきて、うまくいくこともあればやっぱうまくいかないこともあったりとか、その中でやっぱ直接会って話した会社の方がやっぱ結果的にはうまくいって
ってるのが多くて、っていう意味でも、人に任せすぎずというか、はい直接交渉するというか、もちろん仲介会社さんを通してもあるんですけど、うんやっぱ IVSB-ACC でつながってるとかいうのも結構あるんで、なんかそういう場を逆に MA に特化して作りたいなっていうので、今回やってます。いいっすね。はい、最初ねちょっとスタートアップが出たし、なかなか申し込みなかったんですけど、うんうんうんやっぱ VC 経由でお声掛けしていただいたりして、もう500人超えたって感じで、もう MA に対する意識もやっぱめっちゃ変わったなっていう。しかも VC も必要ですもんね。そうですそうです、はい。いいっすね。ここからなんかここの場で結構じゃあマッチングを生んで、クラウドワークさん関係ないところでもM&Aが成立されることとかもやっぱ狙ったりするわけですか？まさにもうマップであって、いやあの時マップで1年前にあったんで、2年前あったんでみたいなのをめっちゃ期待してます。多いですね。はい、じゃあ僕もある意味セルサイドの可能性があるということで、めちゃめちゃちょっといろんないい人にぜひ出会いをってくだ探してさい。いきたいなと思います。はい。先ほどバイサイドのピッチ、はい、売り手を探している M&A をされる側の企業さんがピッチをするというようなセッションがございまして、そこに登壇されておりました TBS イノベーションパートナーズの石川さんにお越しいただきました。スタートアップがピッチをするっていうのはもうこれまで何百とやられてきて、最近ちらほらその VC がリバースピッチをするっていうのも増えてきましたけど、このバイサイドピッチって僕初めて見たんですけど、これ結構やられてます？初めてでしたね。やっぱ新鮮でした。その後の名刺交換もすごい長蛇の列、多分そのままネットワーキングで1時間ぐらいいろんな方とお話しされてたと思うんですけど、肌感どんな感じですか？やっぱりまず、はい、TBS グループがM&A 積極的にやってるっていうことの認知が多分そんなになかったと思うので、いろんな方ですね、それこそM&A の仲介の方だったりとか、いろいろアドバイザーで入る方も含めて、このエコシステムの関わっているいろんな方とご挨拶できたのはすごいいい機会だったなと思います。いいですね。ちなみにまさにTBS さんでいくと、なんかどういう会社さんとの出会いを求めているっていうのを改めて言っていただけるとどんな感じですか？そうですね、はい、最近 TBS グループのIR とかでは、もう IP という言葉をまず使っているので、コンテンツ、強いコンテンツですね。で映像系はもちろん我々一番強いですけど、はい、それ以外も含めて、アニメ、キャラクター、あとはライブエンターテインメントとかも含めて、幅広いエンターテインメントそのものを作る会社っていうのをまずすごくターゲットにしたいなと思いますし、あとはコンテンツを、どういう形で楽しんでいただいて、それが最後にビジネスになるかって、そのマネタイズサイドっていうんですかね、 IP のライセンスを借りてグッズ作りますとか、イベント作りますとか、そっち側のソリューションをお持ちの方とも相性いいと思うので、そのあたりも積極的に、検討しています。いいですね。日本のエキジットですねは IPO が6割で、これが欧米で、福山さんが一番ご存知だと思います。大体の海外の9割方 MA のエキジットで IPO まで1割ぐらいっていう話の中で、日本はやっぱり IPO 偏重ですよねっていうところがあって、その上で東証グロース改革で、100億円結構一つの基準ですね。100億円が絶対ダメってわけじゃないと思うんですけれども、一つの数字感が出ている中で、IPO っていうところの難易度が上がっているっていうのが実態だと思いますし、残念ながらスタートアップのちょっと答え合わせ的に上場した後ですね、伸び続ける企業っていうのはなかなか多くないっていうのもまた分かってきた中で、やはり小さい状況で上場するよりは一定規模になるか、もしくは他の会社にグループインする方が正しいんじゃないかっていう仮説が生まれ始めたのが直近なのかなというふうに思っています。で一方でなんですけれども、やっぱり M&A の本質ってそこなのかなっていうと、私ずっと M&A のアドバイザーしてて思ったので、企業価値を上げるためのその攻めっていうところが私は本質的にはあるんじゃないのかなと。つまり非連続的な成長のための手段であって、エキジットの手法だけに考えてしまうというのは、非常に閉じられた議論かなというふうに思っています。なので IPO ができないから M&A を考えるとか、事業がちょっと行き詰まってきたから M&A を考えるというよりは、むしろそのオーガニック、自分たちだけではできないような成長を非連続的にやっていくであったりとか、その大企業のネットワークを使って、大きなビジネスを自分で加担していくみたいなところの考え方というのもあると思いますし、その時間、市場、チームを買うという観点もあられるかなというのが現状だというふうに思います。今日のテーマは海外ということが入ってたので、じゃあなんで海外なのかみたいなところを考えた場合に、ここは実践者の2人がいるんで、この後お話を伺いしたいなと思うんですが、我々は実は別に海外だけをやるわけではなくて、基本的な戦略は、ロールアップですね。
同業他社の M&A、我々でいうと CO2 排出量の見える化のクラウドサービスであったり、コンサルティングをターゲットにして、そこのロールアップを基本的にはやっています。なので、最初の4社は日本の M&A から我々入りました。なんですけど、もちろん日本は今でも最中で、狙えるものがあれば狙える。なんですけど、結構新しい領域だと、SaaS のソフトウェアとかやってる会社っていうのは、かなり数が、そうですね、先にないそもそも限られてしまうっていうところ。ちなみに、これ国内4件やってから海外っていう順番だったと思うんですが、最初からもう海外考えてたのか、まず国内1、2件やったときに、ちょっとやっぱりロングリストもなって、細くなってきたから海外行こうと思ったのか、もう同時並行的にも海外もロングリストが入ってたのかっていうと、どっちのパターンなんですか？やっぱり海外は私も三菱さん時代は、むしろ海外だけ、まで行っていたので、やっぱり失敗してる事例が多いんですね。7割ぐらいやっぱり失敗していて、減損もあるし、やっぱり高値掴みが一般事例としては多くて、なんで我々も顧客基盤だとかプレゼンスだとか営業とか採用の支援みたいなことを考えたら、日本の方が当たり前ですけど、やりやすいので、日本をまず最初にで、そこで一定ちょっと経験を忘れとして、ラーニングして、その上で開発するような戦略でやっていくというところです。なるほど。はい、ありがとうございます。いきなり海外という事例もなかなかない事例かなというものですけど。そうですね。弊社はもともと M&A を海外でやろうとは絶対思ってなくてですね。どちらかというと結構競合としてベンチマークしてた会社が、今回M&A したんですけれども、もともとベンチマークしていて、で、かつ自社としても結構そもそも海外展開を2年前ぐらいからトライしてて、結構難しさとかディストリビューションの課題とか感じていて、でその中でそのコンペティターがこの価格で買えるようになったら買おうってなって実行することになってっていう流れでなるほど、なるほど。その買収の情報が来るっていう意味では相当その近しい関係にあったのか、もしくは株主こちらからコンタクトとかしない限りなかなかね、企業に理解の情報って出てこないと思うんですけど、そういったところはどうやって関係性を築かれたんですか？もともと本社がイギリスだったんですけれども、そのイギリスの登記情報みたいなのを見てたら、結構従業員がちょっと減ってるぞっていうことに気づいて、そこからいわゆるプロダクトオンボーディングのブッキングの E メールにお問い合わせしたら、ファウンダーが出てきそうっていうのを入って、そこから本当にお客さんとしてオンボーディングをするふりをして、M&S 考えてるんだよねみたいなことを言って、そこから仲良くなっていって実際お邪魔してすごいですね。そんなケースなかなかないような気もするので、そういう手段なんですね。わかりました。ありがとうございます。モッシュさんの株主で福山さんが入られてたので、福山さんその当時どういうコミュニケーションを取られたかみたいなところがあればぜひ教えていただきたいんですけど。はい、もう宮田さんから相談事があると連絡がありまして、海外の会社 M&A したいんですけどどう思いますかって言われて、僕は全力でやめた方がいいと思いますね。で3年ぐらい頑張っていかに難易度が高いかを伝えて、とりあえずはまず日本で経験を積まないと、いきなり海外行ってもウルトラ C なんで、絶対やめた方がいいですって言ったんですけど、3週間後の打ち合わせで、前回ありがとうございました。やることに決めましたという。僕の意見全く刺さない。私によってめちゃめちゃ難易度が高いと思います。で基本的には本当にやるべき時のタイミングが来るから、基本的に反対っていうのが、一般的な私のスタンスです。なるほど、なるほど。矢部さんはその割と強い反対を受けても、心は折れなかったというか、迷いみたいになかった形なんですかね。一応福山さんのような、グローバルでも活躍されていて、いろんなケースを知っている方に強いご意見いただいたら、普通はなかなか踏み切れない中で、ガン無視して3週間で突っ走るってなかなかやっぱり起業家の器としてすごいなと思うんですけども、逆に決めきれた背景みたいなところがあれば教えていただければ。本当に太郎さんの話はめちゃくちゃ参考になって、ちゃんと反対してくれた唯一の投資家では、そうなんですね。他の方々は逆に言うと全員賛成だったわけですね。そうですね。でただ結論そこまでリスクないなって思ったんですよね。で、加えて先ほど西原さんの話もそうですけど、グローバルの経営者としてのチャレンジもそうだし、M&A のチャレンジもそうだし、そこを結構やっぱり早めにできることの重要性っていうのは個人的にすごいあるなと思ってなので、
トータルその買収の金額だったり、プロダクトの、ほぼドメインが一緒だったんで、今実際やっても、顧客のニーズも近いし、プロダクトのバリュープロポジションも、手に取るように分かるしっていうところで、唯一その経営者のリソース、マインドシェアが結構取られるということ以外は、なんかそこまでリスクがないなと思ったので、どうしたんだと思います。西山さんはちなみに株主からはどんな反応があった形ですか？そうですね、2、3社からはもちろん反対されました。やっぱり反対されましたし、やっぱりそこの難易度が高いっていうのはみんな分かっているので、だからこそ、株主からも言われたけど、徹底的にちょっとベンチマーク調査しようと。特にその日本から、海外に攻める、スタートアップの事例ってあんまりないんですよね。ないので、そうじゃなくて、別の国からアメリカに攻めるような、で同じく M&A やってるような会社ってどこだろう、業界とかみたいなところで、そういうところは徹底的にベンチマークして、例えば我々のエネルギー系の業界だと、フトバスエナジーっていう、UK の2016年ぐらい創業した会社なんですけど、10年で3兆円の会社で、彼らとかはまさに電力業界が結構いろいろ電力機器で、いろいろ倒産とか多い時に、十数社ぐらい、合計で16社ぐらい連続買収をして、人口も減っていくし、経済成長も少し緩やかな状態がずっと続いてしまうという中でいくとですね、個人の消費も伸びないし、コンシューマーサービス、B2B のサービスはまたちょっと違いますけども、コンシューマーのサービスは、少し、苦しいなというところがあるので、そう考えると、どうしても海外にマーケットを広げていかなきゃいけないと。まず動いたのはやっぱり責任者、MA のその責任者であったり、やっぱり海外 MA も、日本の MA もそうですけど、そこなんか経験者を雇う。で僕自身がもともと三井物産でそういう海外の MA とか日本の MA やっていたので、経験者、一人だったらレバレッジ効かないので、我々で言うと CFO の末裔っていう、元カナでアメリカとかもあってっていうものと、あと小林と MA の責任者、彼ももともと東京ガスで、アメリカ駐在で、海外での MA、その3人が一応海外の MA と PMI の経験があるメンバーを最初に集めて、でそこからソーシングですね。ソーシングは本当もう営業みたいな感じなので、それこそ営業の、日本だと手紙を送るのをカーッとやって、で DM、僕の名前と MA 責任者の名前ってやると、返答率はすごい高いです。そうなんですね。もうなんか 50% ぐらい。だいぶ高いですね、非常に高い返信率があって、もちろんすぐ MA みたいな話にならないケースもいいんですけど、そういう事例もあったり、海外とかも、リンクドイン、海外はやっぱり一件実績がつくと一気に変わります。プレスリリースでパンと出した後、やっぱアスエネは海外で MA をちゃんと実行できる会社というのを認めてもらうと、そこからアドバイザーも FA も、そういう中華会社も、あと、なんならリンクドインに入ってから、2年後ぐらいに考えてるズームで話さないかが結構リンクドインに来るようになるので、そうするとだいぶソーシングもアドバイザリー的な形で入っていただいてた、海外展開の経験者の方がこのタイミングでフルコミットになっているところで採用された。そうです。うちはアメリカに拠点があってヨーロッパのでに買収されたんですけど、その CEO から連絡が来て、実はお前のところのエリアで結婚式の予定があるから、お前のところちょっとお茶しようよって。それ夢の話も全く関係なく、結婚するのを思って来たら、いろんな情報めちゃめちゃ聞かれて、で打ち合わせ終わった後に結婚式いつなのって聞いたら、実は結婚式がなくて、嘘はいないんです。すごいね。そんな感じでやっぱトップが自らソーシングしてます。でその後うちがプロセス走らせて、バンカーつけて、いろいろソーシングして、最終的に株主でできたのは、全部投資銀行がソーシングした会社ではなくて、私が過去1回会ったことある会社が関係性があるのでポンポンポンってすぐ試してくれたんですね、結果的に。なんで、何を言いたいかっていうと、そのソーシングのところをなんですか、いざ買うってなった時に過去1回会ったことあるとか、過去お茶したことあるとすごい関係性のことがある。もし数年後に興味あるんだったら今のうちに、できればトップの方が、できないんだったら現地の責任者の方が、ちゃんと競合でも情報共有とかちゃんとソーシングしてやると、将来的な M&A ですごいつながりやすいんじゃないかなと。常に始めた時からプラン A は IPO だったんですけど、アメリカはそれぞれ9割のエグジットが M&A です、IPO であるんですよ。でじゃあ具体的にどういう会社が IPO できるかというと、B2B でいうと、大体今時価総額が5ビリオンなんで、日本円でいうと7、8000億に10年以内に行かないと、そもそも上場の場合にたどり着けないんですね。
なんで会社が伸びてても、そのステージに行くためには10年で売上500億と200億いかなきゃいけないので、本当そこに行けるのに一人なので、もしそのラインに乗ってなければ仮に成長してても M&A を意識したさっきの競争相手とお茶するとか、ちょっと意識した行動をするっていうのをやっていかなきゃいけないっていうのがアメリカのフォーマットになってるので、逆に言えば伸びててもその5000億のラインに乗ってない会社は売らざるを得なくなってくる。買う側としてはそういう会社を割安で買えるチャンスではあるので、その線引きでソーシングするといい会社につける。海外はやっぱり日本にずっといたら見えないので、人を送ることも僕はマストだと思いますし、密なやっぱフェイストゥフェイスのコミュニケーション、信頼関係をそのファウンダーとか CEO が築けるか築けないかが本当に勝負なので、我々のボード3ヶ月に1回、必ずアメリカか日本か結構対面でやるのはもちろんですけど、ウィークリーの、CEO とのワンワンみたいなところももちろんやってますし、そうですね、もともと我々はアメリカを立ち上げるために最初はオーガニックでチャレンジしてたので、そこで2人ぐらい駐在員を出していて、彼らを結構現場に向かってフルに入れて、ただ3ヶ月半年でやっぱりクックウィンじゃないんですけど、我々が入って良くなったっていうのを見せるのが大事ですよ。それを見せないと、あいつら日本の企業入ってきたけど、全然何もやんねえじゃないか、レポートだけ見せるのにみたいな感じになる。物産とか結構失敗じゃんよくそういう感じで、API だけが広告しろみたいなことは言うんですけど、現地に行ってるデポ入れる人たちがあまりできるわけないので、M&A した会社のですね、PMI が非常にうまくいっているケースというのは、これはもう明確でですね、MA をするということにウィルをしっかり持っていた、事業責任者がいる、これは事業責任者がその後もですね、やりきるっていうこと、これも本当にまさに他社ですけれども、リクルートのインディードの件、もう井出小葉さんが現地に行かれてますね。現地でもう自分で社長をやってるじゃないですか。パターンはやっぱりうまくないです。で、どこの中でも、その自分で社長をやるところまでいかなくても、最近ですと、カルタホールディングスという会社のM&Aさせていただいてますけども、そういったところに関わった人間が、これは私も取締役に入ってるんですけど、関わった人間がやっぱりハンズオンで直接入ると、うまくいきます。M&A って買う側はめちゃめちゃエキサイティングな、そうですね、夢と希望にあふれてますし、おしゃれだし、いいと思うんですけど、買われる側ってめちゃめちゃ不安なんですよね。そりゃそうですよね。創業者とかトップの人はいろいろ握りがあるんで大丈夫なんですけど、特に従業員は、かつ特にアメリカは介護規制が日本と比べて緩いので、買った直後にクビになるパターンもありますし、数ヶ月後何も言われずにクビになるパターンがあるので、社員はまずおめでとうよりも前に、私の仕事は守られてるから入るぐらいなんですよね。なんで、皆さん買われた時にはどうやってこれを PMI してコントロールしようってなると思うんですけど、そのドライバーシートに誰が立つのか、そのドライバーシートは買う側が立つのか、買われた側に引き続き持ち続けるのか、残ってほしいのか残ってほしくないのか、その後のパッケージはどうなってるのかみたいな、その社員、買われた側の社員が本当は不安ですっていう前提でいかないと結構ボロボロになりますし、そういった意味ではリクルートさんのリクルート買収って確か買ってから5年10年ぐらい同じ役員がずっといたんですよね。なんでそれぐらい残ってる人がこの人たちに買われるとよりパワーアップできるってなると、その会社も幸せだし、次の会社もその会社に売りたいってなるので、そこは結構抑えていかないとアメリカは特に厳しいんじゃないかな。なるほど。クロスボーダー海外でのM&Aこんなにまず行われているのかというのがまず衝撃的でした。そしてですね、モッシュの藪さんとその投資家でもある福山太郎さんが、意見が当時違ったみたいな話もとても面白かったですし、そしてアセーネさんだったりドコモの方だったり、いろんな視点でM&Aの議論がされていてめちゃめちゃ面白かったなと思っております。登壇ワインのねちゃんさんを捕まえさせていただきました。ありがとうございます。女性セッション、はい、どうでしたか？されたばっかっすよね。てかそもそも、おめでとうございます。ありがとうございます。直近で3人の中でしたばっかだったので、実際心情今どんな感じなんですか？されたばっかり。されたばっか？いやむずいっすよね。やっぱ自分の子供みたいな会社をこれからどう一緒に作っていくかって、その事業戦略とまた別の自分の気持ちの折り合いがあるので。大変です。すごいこう周りにおめでとうみたいな祝福されてこうある種成功してる人みたいな思われてるけど、戦略として MA だったんで、自分としてはすごいなんか負けじゃないですけど、もう一旦この事業のキャップが見えた上でこれしかないっていう超戦略的な MA だったから悔しいです。悔しいんですか？本当はめちゃくちゃ悔しい。
はい、っていうのがもう実情、だからすごい乖離してます、世の中と。いいっすね。いやでもそれなかなか SNS 越しにはね、逆にまあよく見せた方がいいのもあってね、見せてる部分もあるとは思うんで。そう、もう全然言えないけど、悔しいですね。非常に。まあでもじゃあここからまあグループインした上でいかに伸ばすかっていうところはまた新しい勝負もねしなければいけないとは思うんで、まさに苦戦しながらではありつつ、まあ気合は入ってると。めちゃくちゃ入ってます。いいですね。まあでもじゃあお互い引き続き頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。セッション終わりの M&A クラウドのファウンダーの及川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さっきオフレコのセッションで、まあ、M&A を経るとスタートアップのファンドがどう変わるのかみたいなテーマだったのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとあれ言えない部分あるかもしれないですけど、及川さんの意見としてはなんかどんな変化って実際あるもんなんですか？そうですね、まあでもガラッとファウンダーの意思決定が、その売却前と後でできることもあれば、できづらくなることもあるっていう感じだったんで、結構思ったような意思決定が売却前と後でもできたところは、まあ、うまくいってる。そういうところもあるんですね。逆に、何が違うんですか？でも売却前から、トップ同士で、まあ、話ができてるとか、結構 M&A 仲介入れたりすると、トップ面談とかはでなんか飲み行かせてもらうとかって最後にできなかったりするんですよ。それもないですか？実は M&A 前の子に、直接交渉禁止って入っちゃう、大体入っちゃうんですけど、まあそこは結構できてたりしたのと、まあ M&A 慣れしてる買い手だっていうところもあったですし、あとなんだかんだ結構これ意外とみんな分かってないんですけど、100% 買収でキャッシュ一括みたいなっていうのは揉めづらいんですよ。逆に揉めないんですね。残ってる方が、そうなんですよ。大体 M&A のアンアウトとか、段階取得みたいな、そうですよ。なんかむしろそれが推奨されてるのかと思ってたんですけど、あれはある種その売りたい企業はこれぐらいの値段がで売りたい、で買い手はこれぐらいの値段で買いたいっていうのがすり合ってないんですよね。でそれを先送りしてるわけですよ。なんでこうなるかっていうと、売り手は自分の事業計画がもっといけるはずだって思ってるからなんですよ。ってなってるやつがクロージング側に決まんないがために先延ばしでやることが結構多いんですよ。だから売却後にこの業績がいったらこれが株価が上がりますから下がりますっていうふうになるんですけど、それやるとやっぱ揉めること多くて、親会社からのじゃ経営指導力くださいみたいな、役員とか出してるんで、とかでなんか営業利益を取り返したら下がったりするじゃないですか。とか、親会社の本社のとこに引っ越したりとかしたら、家賃上がっちゃうみたいな。確かに確かに、細かいですけどでかいですよね。そういうの結構細かくいっぱいあって、買い手側もそうですね、100% 連結とかじゃなかったら結構その例えばお金の移動とかも、例えば配当で親会社になんか戻すとかも税金かかったりしますし、結構そのいろいろあるんですよ。だからやっぱやるって決めきって 100% で買って、その後すっきりいくっていう方がやっぱうまくいってるの。結果的にお互いいい可能性もあるんですかね。まあパフォーマンスも出しやすいかもしれないし、っていうのは結構あるんですけど、まあやっぱずっとそうあれですね。やっぱスタートアップの M&A とかは割とアンアウトとか多いですね。むしろいいと思ってたんでちょっと意外な話でした。あとじゃあ別の話でいくと、まずこの M&A スタートアップ M&A の市場も本当に及川さんが作ってきたんじゃないかと僕は見ているわけですけど、今となってこうやってカンファレンスになり、なんかいろんなセッションがあり、なんかどんな風に感じられてらっしゃるんですか？いや、エモいいですよね。そうですよね。スタートアップ M&A 新法でやってきて、でなんかいつかその IPO と M&A の数が日本にも逆転するはずだって思ってやってきて、10年ぐらいやってきましたけど、やっぱり今そういう風になってきたし、経済産業省がスタートアップ M&A のガイダンスとかね80倍ぐらい作ったりもしますから、でこういうカンファレンスもできる、で結構 M&A のカンファレンスは MA クラウドでもいくつかやってきたりしたんですけど、やっぱ人集まらなかったですから、掲げてもなかなかニッチすぎるというか、興味ない人があったんで結構、なんでやっぱ本当に変わったなっていう感じだし、なんかその買い手が来てて、
スタートアップが来るっていうのも気まずかったわけですよ。確かになんかいいのかみたいなところもありますね。そう売ろうと思ってんのバレんじゃねえか、確かに、はい、しかもエクイティ入れてる、ね、IPO で前提で調達してるスタートアップからしたら、はい、VC に見られたらどう思われるんだとかもしかり、はいはい、っていうのとかも気にしてないじゃないですか、多少急にオープンですね最近ね。はい、だからなんか今まではなんかちょっと売却しようと思ってるっていうのを悟られるのが気まずかったわけですけど、はいはいはい、なんかまあ当たり前ですよね、になったのは、いや本当にまあこの世界こういうのが来てくると本当嬉しいなみたいな感じ、まあ、海外は当たり前なわけですよねきっと。どうなんですかね。海外当たり前です。これが日本も普及したらなんでなんですか。もう時間の問題ですか。まあもちろんそういう及川さんの働きとかもあると思いますけど。いや、はい、まあ俺の働きあんまないなと思う。いやあるんですけど、あるかもしれないですけど、一番はやっぱり東証の100億円の一撃です。はい、100億円未満のところの上場廃止のやつが、あれがトリガーですね。あれがあるから結局主幹事も300億いかないようなところは受けないわけなので、なんでそもそも IPO のハードルが鬼のように上がっちゃったっていうところがまず一つ。確かにこれがすごく大きいですね。はい、でもう一個はグロース市場の市況が悪すぎるので、やっぱり PR20 倍とか世界に変わってきてるんで、はいはい、やっぱじゃあ営利が純利で10億出さんと300億いかないじゃないですか、はい、っていう世界になった瞬間にそもそも純利で15億出せるスタートアップってあります、結構少ないじゃないですか、その選んだドメインも含めて、はいはい、ってなっちゃうんで、はい、そうすると結構まあ M&A ですよねみたいな風に思うわけで、大事なのはもともとスタートアップの起業家は結構売りたいとか思ってた人が多いんですよ。言えなかったけど実は、はい、で大きい変化は VC が売らなきゃとか売ってもいいよってなったことなんですよ。確かにそうなったから後ろめたさが消えたんですよね。なんでやっぱこの VC の空気が変わったのが結構スタートアップ M&A が進んだ背景ですね。確かに、はい、いいですね。構造からというか関係性が変わったわけですね。はい、みんなが向き合わざるを得なくなってみんなにちゃんと、メリットというかマストというかね、それが出てきたってことですね。そうですね。はい。じゃあちょっとまた話変わって最後にしたいですけど、及川さんこの前M&A クラウドさんを正式に退任されたという話もニュースも見たんですけど、言える範囲で今後何をされていくかみたいなところってどうですか。そうですね、はい、今なんかノートにも書いたりもしたんですけど、はい、今フラフラ期なんですよ、フラフラ期なんで、はい、その上場会社とかスタートアップとか、中小企業とか、VC とかも含めて、ちょっとコメントやってるんですけど、あそこでいろいろ学ばせてもらったりしてたりしていますと。で自分は次はロールアップのスタートアップをやろうと思ってまして、いっぱい会社を束ねていくっていうことをしていきたいなと思ってて、でそれをなんか地元北海道からやろうかなって思ってまして、自分が結構問題だなと思ってるものが、はい、地方で、結構大きい会社、で地元で買えなかったりするんですよ。地元の企業が買えなかったりするんですよ。でかすぎたりとか、あとしがらみがあって売りづらいとか、確かにそれありそうですね。たりするんで、そうすると東京の会社に売ったり、ファンドが買ったりするんですよ。でそうすると何が起きるかっていうと、結局税金の流れが変わったりとか、人の流れが変わったりとかしてかそるんですよ。確かにっていうのがあって、地方のなんですかね、色がどんどん同質化していっちゃったりするんで、それは嫌だなと思ってて、なんでその地元いろんな地方になんですかね、コングロマイトができたらいいんだと思うんで、地方ごとにホールディングスを作って、束ねていくみたいなことをするのがちょっと社会善かなと。社会善も含めて、はい、思ってるんで、そういうのやろうかなみたいな、いいですね、感じでございます。じゃあもし今 M&A 系で相談されたかったら、今がチャンスの可能性もまずありますし、その先でその今のねロールアップの地方のところもご興味あれば、何らかでご一緒できる方とかはいたらぜひまたねお声かけしてみるといいかなと思ったりもしてます。今フラフラしてるんで、売却の相談でも買い手の相談でも、
ポジションとかなしで話すんで確かに全てから解放さでいいですね、ありがとうございます、ちょっとなんかもう特別セッションぐらいの尺を取ってしまいましたが、すいませんありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。はい、貴重な話ありがとうございます。じゃあぜひまたありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもともとコーラルキャピタルさんでDPI をされていらっしゃって今独立されて世界アドバイザリー、はい、そうです、立ち上げたばかりの石川さんにお越しいただきました。DPI そもそも難しい単語な気がするんですけど、ここの説明から少しいただきたいのと、なぜその立場からこの M&A にも携わっていらっしゃるのかっていうのも少し聞いていいですか。はい、はい、で DPI はディストリビューション to Paid in Capital っていうところなので、はい、難しいですねかというとこう、はい、ベンチャーキャピタルにこう投資をいただいているわけですね、LP さんから、はい、でそこの払い込んでいただいたお金に対して、実際にいくらをこうリターンとしてお返ししたのかっていうそこの指標なんですね、はい、なのでもう実現したリターンというふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思います。LP さんにそのリターンの責任を負っている立場の方。そうです。なんで M&A って大事なテーマなんですか。でいくと、はい、今までって IPO が、はい、例えばその投資者の流動化、実際にこう実現するとリターンを実現するときにこう重要だったんですが、はい、重要っていうかそこの手法が多かったんですが、やっぱり今現実的に100億問題とかで、なかなかそれは取りにくかったりするじゃないですか。でそうなった時には例えば M&A だったりとか、はい、じゃあ自分たちもちろんだけどセカンダリーでこう売却するみたいなところがやっぱり次の手法として重要になってくるっていうところが今のエコシステムの現状なので、そういったこう手法がですねよりこう求められていくっていうところが今の状況です。今後じゃあさらに強まるかもしれないぐらいですね。序章ですね。そうですね、US とかだとやっぱり9割ぐらいが MA だったりとかセカンダリーでリターンを作っていくっていう世界なので、はい、そこまでではなくても日本も少しずつ、他の手法が求められていくっていうところですね。石川さんは独立されて何の事業というかどういうご支援のされ方を今後されていくんですか。でいきますと例えばそのコーラルキャピタル、まさにこう1社目のお客さんになっていただいたんですが、こうベンチャーキャピタルであったりとか、あと CVC ですね、でそういったところのダイベストメント、リターンをこうどう作っていくのかっていうところのサポートをしていこうと思ってます。いいですね。じゃあそのあたりぜひニーズがある VC さんにたくさんいらっしゃいそうですけど、事業会社さん含めてですね。そうですね。コンタクトいただけるといいかなと思います。はい。いろいろ教えていただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。会社として買う場合やっぱり今のところやっぱりバリエーションが合わないケースがやっぱ多いので、そんなにここにも43件ありますけど、ほとんどが IPO がそうじゃないんでっていうところなんですけど、ただ結構この個別に相談来るところで MA 戦略がみたいなところにはちょっとほぼほぼに共通して言ってることが、MA もすごい大事なんですけど。やっぱりまず既存のビジネスにアドオンして MA の方がやっぱり大事だっていうところはずっと言っていて、先ほどちょっとアセレーターの話ありましたけど、そこ3つ事業があるんですよ。すごくその柱があるんで、そこにアドオンで MA を戦略を乗せるからバリエーションが上がっていくんだって、ただ私のところに来る会社さんの体操はなんかこう売上とかじゃなくもういきなり MA 行きたいですみたいなところがやっぱ多いんで、そういう会社さんはあまりこうスケールをしなさそうな感じはするなと思って。ありがとうございます。これは準備しておくべきみたいなところをお伺いできればなと思ってまして、VC ないし売り手の立場で言うと、こういう時代で、今 IPO がすごい難しくなってて、ちょっと前だとバリエーション、ハイボールで資金調達したんですけど、結構やっぱり慎重にバリエーションをつけながらやっていかないと、結局 M&A するときにボトルネックにすごいなるっていうのは目に見えているので、例えば投資先で天社って去年上場したんですけど、そこ創業期から最初のインベスターとして入っていて、こう上場前まで3回ぐらい資金調達したんですけど、すごいことが言われて、ああいう D2C ってバリエーションつけづらいから本当に売れるのってみんな疑心暗鬼でなんかやってて、けど社長の長西のバリエーションすごい高くつけてて、そこのところも、VC の立場からすると、いやけど、正直あそこまで売れるところではなかったので、正直 M&A かなって思いながらやってる中での、やっぱりこのバリエーションの目線感とかはかなり議論して、結局、いい塩梅で抑え気味というか、いい塩梅で調達しながら、IPO したら、今非常に素晴らしい成長が出てるんですけど、結構やっぱり、ファウンダーというか経営者がどういうぐらいのバリエーションをつけたいかみたいなところの議論っていうのはすごいやっぱり慎重によりなってきてるなっていうのはVC 内の売り手の立場としてはまずあるという感じ
で買い手側の方で言うと、結局バリエーション、最新のその調達した時のバリエーションよりもアンダーバリューでやっぱり MS7 までのケースというのは非常に多い。でその時に要するに買う側からすると練習減損したらもう最悪じゃないですか。だからそうならないようにプライシングしないといけないんですけど、ただやっぱり投資家がいてこのバリエーションついててどうやって折り合いつけるかみたいなところの結構柔軟なその M&A する時のスキームというか設計が非常に必要かなと思っています。例えば、外部の株主には、せめて元年保証するとか、そうなるけど経営者だとその分薄くなっちゃうけど、経営者は経営者の分でグループインしてから違ったインセンティブ設計でしっかり柔軟に作ってあげることで、正直その IPO できなくて M&A もできないぐらいだったら、そういう柔軟な設計でちゃんとエグジットプランを作ってあげるみたいなところの柔軟な設計が買い手側がしてあげることで、そのいいプライシングでその M&A の交渉の土台につけるみたいなのはできるかなと思ってますし、結構その我々が買った投資先もそうだし、投資先でさっき10件 M&A してるってところあるんですけど、そこの設計とかもかなりやっぱり慎重にその買っていただく側とこう提案してそういう調整をするっていうのはよく、やってたりしています。やっぱりね、IPO が限られた人のためにあるじゃないですか。僕 M&A も限られた人のためにあると思っていて、そう勝てるチーム作ってないと MA の機会もないと思うんですよ。やっぱりこう今 IPO も現実的に PR が10倍から15倍で新規上場してくるということは、しっかりバリエーションをつけて市場に出てくるためには利益を出さなければいけない。でそのためには収益性の高いビジネスも作らなければいけないし、再現性のあるチームも作らなければいけないし、やっぱそれをやりきって出てくるんだと思うんですよね。でハイバリエーション MA すらもやっぱ同じだと思っていて、自分たちの成長ストーリー上どちらの方が正しいのかは最後けんけんがくがくしながらマーケットに出てくるんだと思うんですけど、やっぱそれぐらいその、IPO だったら多分内部統制、成長戦略、あと予実、これをしっかり合わせて出ていくじゃないですか。でやっぱり M&A ってなると前提はやっぱり事業シナジーがあって、そこに資本を絡めながらシェアをどう上げていくのか、場合によってはそれ両方やると、上場時に、例えば安定株主にね事業会社がなってたり、売り上げが作られたりもする。逆もしかりで、そういう強いチームを作れたからこそしっかりとしたバリエーションで、M&A されてくる。やっぱり改めてちゃんと経営するっていうことに経営者と経営チームはフォーカスしないと、多分いい EXIT はないとも思うんで、やっぱり僕は支援者側なんで、やっぱ前提は EXIT 支援じゃなくて成長支援だなっていうふうに思いますね。今日時点のスタートアップスグロースに上場してて100数億なんですよ、バリエーションって。もう必死に経営してますよ。必死に経営してる。いろんなことを考えて、自分たちがどうやってこの5年後にプライム行くかとか本気で考えて、それでも簡単に企業価値って上げられない。クラウドワークスだってそうじゃないですか。いや、そうです。こんだけ買ってもなかなか企業価値って形成できない。だから本当にこれから出てくる100億問題の中で出てくる、PR が低いチームのEXITは簡単ではないんだろうなって思いますね。スタートアップ向けの融資をさせていただいている立場からすると、やっぱりそのご融資している先が、IPO に進んでいくのか、M&A に行くのかっていうところで、我々の出口のところが変わってくるというところなんですね。であと、買い手側っていうことで言えば、こういう会社買いたいんだけどっていうところで、そのファイナンスのご用意いただくっていうケースもあります。非常にお騒ぎです。はい。で、これあともう一つなんですかね、プライムとかの基準も厳しくなっている中でいうと、上場しているんだけど、非上場化していく、MB をかけていくので、それのファイナンスの教えて、多分こういった結構いろんなパターンでのM&A に絡んだご相談を我々のところにいただいてますね。で
でただ、一つその、売り手側というのがですね、スタートアップの会社さんの方に対して、銀行との付き合い方ということでいうとですね、やっぱり事業のことをまずしっかりとよく知っておいてもらう。で、僕らもご融資するときって、見てるものってほとんどやっぱり人と物で、金というよりはやっぱりその決算、財務とか決算とかっていうのもやっぱり人と物を見てますと。で、結局最後それ突き詰めていくと何かっていうと、別に上場できるかっていうことじゃなくて、この会社さんをみんなが欲しいと思うかっていう目で見てですね、必要とされてるか社会っていうので、やっぱりその必要とされてる会社さんは多分上場をしていく道もあるだろうし、違う会社さんが欲しいということで変わるケースもあるだろう。だから僕らはできるだけそういった会社さんにご一緒するように心がけてますっていうことですね。なので、どちらかというとその CFO の方とお話しするよりも CEO の方の事業戦略とかで僕らはそこを理解したいと思っているので、できればその銀行とCFO の仕事っていうよりも CEO さんが直接お話をしてリレーションを作るという、これで自分たちの進む方向をいろいろ共有しながら一緒にやっていくっていう関係を作られると非常にどっちの道に進んでもスムーズかなと思いますね。で一方で買われる方の会社さんっていうことでいうと、やっぱりスピードがすごく大事な世界、買いたい、もうすぐ手を挙げて買えますっていうのがすごく大事な世界だと思うので、そうするとやっぱり普段から自分たちのデッドキャパってどれぐらいなのかとか、自分たちがいざお金引っ張ろうと思ったらどれぐらいまですぐ出せるのかみたいな話はやっぱり常に金融機関としておく。よくね、まさにご相談を皆さんいただいてると思うんですけど、これぐらいだったら水もすぐ出してくれるよねみたいな、やっぱり手触り感を持ってると、やっぱりその交渉の迫力も含めて変わってくると思うので、買い手側にとってもやっぱこの関係で非常に大事かなと。やっぱ今の起業家って6年から9年前にその時の旬の課題とか旬のビジネスモデルで事業を始めたんですよね。でそこが今その友人と課題に直面している。いやエコシステムとしてはその人たちの経験はやっぱりもっと生かしたいんですよね。でそれは今のそのどうやって MA エグジットをどれくらいのバリエーションでさせるかの議論よりももっと早く、今は日本ってね、やっぱ防衛重要で、もっと早くそういう人の経験をディフェンステックの領域の企業につなげるっていう、なんかそういうなんでしょう、エコシステム全体で、やっぱ人の経験とかお金とか、人とかいろんなものが偏在してるんで、この偏在を直したいって僕は思ってまして、そう今ご存知のようにおそらく台湾有事来て、でさらにそこに合わせてディフェンステックのとてつもない数兆予算が政府が作られて、でおそらくこれ噂ベースで言うと月間100万台とかね、軍事用ドローン作るんじゃないかとかね、なんかいろいろ言われてるんで、やっぱりより早く優秀な経営者、IPO じゃなくてもやっぱそっちに早く移動させて、そう日本の未来を守るための仕組みのところにそういう人の経験を使いたいなっていうふうに思っていまして、僕はそこに貢献したいってめちゃくちゃ思ってますね。ハーバード、スタンフォードも含めて、やっぱり世界トップティアの大学出ると、やっぱ卒業生の半分は起業していくわけですよ。ということは、世界ナンバーワンのブライトキャリアの起業家なんですよね。でその起業家の挑戦をみんなで応援できる社会を作るっていうのはめっちゃ大事なことで、それができない多分国は伸びないんですよ。だからこそやっぱスタートアップのこの M&A っていうのは一つの別に出口っていうよりはプロセスの中で絶対にここで立足させちゃいけないんで、そういう人の思いとか志とか挑戦をやっぱここにおられるみんなで文句言わずやりきる、もうこれしかないと思ってるんで、もう徹底的にやりましょう。ありがとうございます。やっぱり本気で優秀な人がどれだけこの業界を盛り上げるかというところが多分一番の肝なので、そういったやっぱり優秀な人がリスク取って覚悟を決めてチャレンジできる環境を多分その VC の皆さんも金融機関の皆さんもそうだし、大企業の
の皆さんがやっぱりそういうやっぱり土俵を作らないとやっぱりねワールドカップで日本優勝できるかもって言ってああいう結果でね今決勝トーナメント見るとやっぱ世界遠いなと思うんですけどやっぱり本当に全員が覚悟を決めてやらないと、まあ、日本のスタートアップって日本の中でもこんなちょっとちっちゃなねニッチな世界でこれグローバルなそうって言ったらもうはるかにもう全然ね遠いあれなので本当にこの関与する方々が覚悟を持ってみんなで盛り上げていけたらなというふうには思ってます。EXIT じゃなくて入り口だっていうことが、まあ、一つ大きな、なんかね、EXIT ってことは本当に良くないなと思って、M&A は決して、なんだろう、その選択肢の一つだし、別に M&A を今日しましょうって会議にしたいわけじゃないんですけど、やっぱり大きな選択肢になっている中で、まあ、それをフラットに検討できる場所を今日は提供したいなと思って、また業界全体でスタートアップ、そしてスタートアップ M&A、IP を含めて盛り上げていければと思いますので、今日は皆さんありがとうございました。最後のクロージングセッションが終わりました。2026年の M&A を占うというところで様々な議論がされておりましたけれども、個人的にすごく印象に残ったのはやっぱフォースタートアップスの清水さんがおっしゃってましたけれども、IPO が選ばれし者がするものというのと同じように M&A も選ばれた者にしか訪れないというところで、なんか今最近その M&A が徐々に流行ってきているというか普及してきている中で M&A ならできるんじゃないかみたいなところを思っている経営者さん実は結構いるんじゃないかなと思っていますけど、そんなに甘いものではないと、なんかそのあたりをズバッと言っていただいたりもしまして、個人的にも刺さるものがあったなと思いましたし、なんかそのメッセージが届いた方も多いんじゃないかなと思っているところでございます。ということで本日はクラウドワークさんが主催されておりました M&A カンファレンスマップで現場レポートをさせていただきました。いかがだったでしょうか。スタートアップの中ではこの M&A 大きなテーマとなっていて、誰しもが今興味あり、そして誰しもがちゃんと勉強しなきゃいけない、向き合わなきゃいけない課題かなと思っておりまして、こうやってナレッジが流通する機会はなかなかなかったと思うので貴重な機会だったかなと思います。僕自身もとても勉強になりましたし、このエコシステムにこういった情報が還元できるのを嬉しく思っております。というところで、多分クラウドワークスさんとしてはこういったイベントだったりということも定期的にされていくということでございますので、気になる方はぜひ申し込んでいただいて一緒に参加できるといいかなと思っております。それではこのスタートアップエコシステム M&A の力も活用しながら盛り上げていけたらと思っております。ご覧いただきましてありがとうございました。